盆栽の基本。もみじは古くから盆栽として愛好家から親しまれてきた歴史のある植物です。樹齢が100年以上ある国宝級のもみじの盆栽はほとんどが山もみじです。埼玉県にある大宮盆栽美術館などで見ることができます。今はインターネットなどを使って写真や映像で見ることもできますが、何百年も大事に育てられた実物を目の当たりにすると、その美しい姿と洗練された枝ぶり、粘り、葉の一つ一つがまさに芸術的です。そのような大昔の盆栽は高さが30センチから1メートルくらいある大きめなものが中心ですが、最近では高さが10センチ程度のミニ盆栽やさらに小さい豆盆栽などが人気です。また、盆栽には直管、斜管、圏外、模様木、文人木、双管、吹き流しなど基本となる樹形があり、それぞれの形になるように枝に針金をかけて癖を作ったり、袴取りや葉刈り、剪定などを繰り返し、何年もかけて作り上げていきます。また、浅い鉢に植えて、根を横に四方八方を広げる粘りという形を作ることで、小さな鉢の中でも大木感や古木感を出して大自然を演出できることが盆栽の醍醐味です。盆栽は気軽に始めよう。盆栽には枝はこういう形にするべきとか、根は八方粘りを目指すべきなど、盆栽独自のルールのようなものがあります。でも、そのようなルールに縛られながら育てることは、果たして本当に楽しいことなのか、私は疑問に思っています。まずは、あまりルールなどにとらわれず、気軽に始めてみることをお勧めします。実際、育ててみるとわかることですが、枝の形や根の形、葉の形まで自分の思うようにはなかなか育ってくれないと実感すると思います。その度に、盆栽の基本から外れているとか、失敗したなどと考えてしまうと、それだけで楽しくありません。自由に、そして楽しく育てるというのが私のモットーです。ちなみに私の場合、もみじは1メートルくらいの高さに成長するまでは大きな剪定はしません。鉢はできるだけ深さにも余裕があるものを使い、のびのびと育てています。強風で倒れることも多いので、寸胴型の鉢を使用しています。盆栽というより、鉢植えでもみじを育てているといった感じです。特に、もみじは小さく育てようとすると、水やりの管理が難しいです。細かく、面倒なことが嫌いな私は、管理が楽な方を選んで育てています。ここからは、初心者向けに、そこそこ盆栽っぽく育てるための方法をご説明いたします。盆栽素材を入手。まずは、育てるもみじを入手する必要があります。その手段は大きく分けて、2つです。種から発芽させて育てるか、盆栽の素材となる苗を購入する方法です。どちらでも好きな方で良いです。種から発芽させるためには、種を入手しないといけませんが、10月から11月頃に公園などに行って種を採取して、すぐ種をまく、取り巻き、という方法か、3月頃まで冷蔵庫などで種を保管しておき、春に種をまく方法があります。秋に種をまく場合は、種を鳥に食べられないように、土をかぶせて見えないようにしておく必要があります。うまくいけば、3月から4月頃に発芽します。盆栽の素材となる苗を購入するには、インターネットや盆栽店などで購入ができます。発芽して1年から3年くらいの苗は、1000円くらいで購入できます。ある程度、盆栽として出来上がったものは、3000円から5000円といったところが相場ではないかと思います。また、一つの鉢に10本くらい入った未生苗セットもよくありますので、それらを分けて育てると、何本か枯らしてしまっても、予備があるので安心です。盆栽向けのもみじの種類。どの種類のもみじでも、
盆栽として育てることができますが、もし、高さが10センチ以下のミニ盆栽や豆盆栽を育てようと考えているようでしたら、〇〇姫と名前がついた園芸品種がおすすめです。織姫、清姫、琴姫などがあります。その他、葉の大きさは、織姫などの姫シリーズより大きいのですが、出生状の苗もよく売られています。これらの苗は2年前くらいに挿し木で増やしたものです。ある程度大きくなっても葉が小さい方が小さい鉢のサイズ感に合いますし、春の時期にわざわざ袴取りや葉刈りなどの作業をしなくても勝手に石棺も詰まって葉が小さいので手間がかかりません。ただ、葉が小さいもみじは形は可愛いのですが、紅葉させるのは難しいかもしれません。挿し木は比較的簡単です。もし、紅葉も楽しみたいのであれば、葉は大きめですが、大もみじがおすすめです。大もみじの場合、若いうちから幹がひび割れてくるものが多いので、古木感を出すのには向いています。また、未生のいろはもみじなどは、樹高を低く抑えようとして、剪定を繰り返すと、できるだけ多く光合成をしようとして、勢いよく枝が伸びて、不格好な大きい葉っぱが出てきたりすることもあります。この他に、初心者におすすめなのは、東海出です。これは、種から育てて15年経つ、東海出ですが、もう少し丁寧に育てれば、格好良くなっていたと思いますが、そのあたりは、育てる人の性格が反映されるのかもしれません。だいぶ雑な雰囲気です。園芸店では、よく、楓として売られています。樹勢も強く、夏の時期、水切れで枯らしてしまっても、しぶとく復活してくれます。紅葉も、割と綺麗です。植木鉢について。種から発芽して3年間くらいは、水はけの良いプラスチックのスリット鉢がおすすめです。鉢のサイズは 2.5 号くらいの大きさが良いと思います。鉢が小さすぎると水がすぐ乾くので頻繁に水やりをしないと枯れるリスクが高くなります。また逆に鉢が大きすぎると土の中がなかなか乾かないため根腐れを起こしやすくなります。そのバランスが難しいところです。浅い盆栽鉢に植え替えるのは根がしっかりとたくさん出ている状態でないと枯れやすいです。針金掛け。苗が成長してくると枝がいろいろな方向に伸びてきます。枝があまりにも混み合っている場合は枝元から切った方が良いです。基本的にはご自分が望む大きさで枝を切って整えるという考え方で良いと思います。これは、もみじの盆栽に限ったことではなく、盆栽の一般的な技術ですが、針金掛けというものがあります。枝や幹の形や方向を針金を螺旋状にかけて矯正する方法です。できるだけ枝が細い状態で行うと良いのですが、注意しなければならないのは、針金をかけたまま放置しないことです。春から秋の成長期であれば、1ヶ月から3ヶ月くらいで癖がつくので、早めに外してください。そのまま放置すると、針金を巻いた幹や枝に針金の跡が残ってしまい、ひどくなると針金が食い込んで取れなくなります。その跡が消えるのには数年かかってしまうこともあります。置く場所と水やり。特に注意しなければならないのは、夏の時期の苗の置く場所です。高さが10センチくらいの苗であれば、完全な日陰くらいで育てると良いです。夏の強い日差しが照りつけると、三能鉢くらいの大きさでも、土の中の水が2時間くらいで乾燥してしまうこともあります。そうなると、それ以上、根が水を吸い上げることができなくなり、1日で枯れます。次に水やりです。日中の気温が30度を超える時期は毎日、朝と夕方に2回、日中の気温が30度を下回ってきたら、基本的に鉢の表面の土が乾いたら水を与えるという頻度で大丈夫です。冬になって
葉っぱが落ちて枝だけになると休眠するので、その場合は1週間から1ヶ月くらいに一度の頻度でも大丈夫です。用土と肥料について。用土は赤玉土メインで、少し腐葉土も混ぜておくと良いと思います。肥料は3月頃に観光性の有機肥料を少し与えるくらいで十分です。肥料を与えすぎると根が傷んでひどいと枯れてしまうので、与えすぎには注意が必要です。また肥料を与えすぎるときれいに紅葉しないことも多いです。植え替えについて。植え替えは鉢の中の根がパンパンに増えてしまうまではあまり頻繁に植え替えない方が良いです。環境にもよりますが、植え替えは2年に1度くらいで大丈夫です。植え替えの時期は落葉した直後12月から1月頃の休眠期に行うのがベストです。その時期であれば根をさばいたり短く切ったりしても問題ありません。この動画が皆さんのガーデニングライフのお役に立てれば幸いです。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。